こんにちは。ディレクターさん、こんにちは。こんにちは。すでに動画をご覧になった方々もいらっしゃると思いますが、私たちはこの前プサンに行ってきました。ディレクターさんにも一緒に行きました。私は韓国に2年ぶりに行きました。何の用事で行ってきたかというと、韓国で最高に漫画を専門的に教育する漫画塾に講義をしてきました。90年代にデビューした私の仲間漫画家さんがその学院で授業を受けることになって、私が応援もしてあげてお祝いもするために行ってきました。応援とお祝いをするために行ったので講義料はいただいておりません。それでも受け取ってとおっしゃったんですが、絶対に受けないと言いました。飛行機のチケットとホテルの宿泊費は一部もらいました。そのように支援を受けて講義をしてきました。プサンの日程のためにやっていた連載パンクが一つありました。プサンに行っても一生懸命描いたけど、日程を全部消化してみたらパンクが一度起きました。パンクしてまでその講義をしようと行ったかというと、私にはその仲間漫画家の方々が大事だからです。私にとっても大切ですが、韓国の漫画産業と韓国の漫画界にとても大事な存在だからです。漫画の未来は漫画の歴史にあります。この世の全てがそうです。その国の未来はその国の歴史の中にあります。だからこそ漫画の未来も漫画の歴史にあります。日本は歴史がよく記録されています。特に漫画の編集部が長ければ長くは70年以上絶えることなく続いています。その全てを一つも失わずに縮尺させてよく使っています。しかし韓国の漫画産業は大きく10年ごとに騰落を繰り返しながら、残念ながら歴史の記録をずっと失ってしまいました。私と同じ時期にデビューした90年代の漫画家の方の中で、現場で激しく漫画家として活動する方々は残りわずかです。ほとんどは去られたか活動はしていますが、激しい現場にいらっしゃらない方々もいらっしゃいます。こういう状況になってしまったんですが、それでは韓国の90年代出身の漫画家たちは、私の仲間漫画家でもある90年代の漫画家たちはいろんな時代を経験しました。90年代の雑誌漫画時代というものが誕生したし、レンタルショップ時代、雑誌復活の時代、ウェブ人時代、その間は学習漫画時代、そして日本進出の漫画家たちが作った時代がありました。そして Webtoon 時代が来ました。Webtoon 時代は2014年以前と2014年以降に分けられます。こうやって時代が流れてきたんですが、漫画家として果てしなく生き残っていけたら、今羅列した時代を全て経験したのです。歴史の生き証人たちだが、残り少ない何人かが去ってしまえば完全になくなります。韓国漫画の未来のために当然大切にしなければならない韓国漫画の歴史に数十年の記憶が消えるんです。だから韓国漫画の未来のためにもこの残った一人一人がとても大切なんです。それで私がその方を応援するために行ったんです。それで2年ぶりに韓国に行ったが、結論的に申し上げますと、とても大きなプレゼントになりました。ディレクターさんもとても感動したとおっしゃっています。本当に感動しました。特別講義と日程が終わった後にディレクターさんが見せてくださったその感動したという言葉と表情と行動が、私はこれを忘れられません。韓国プサンで本当に久しぶりにふるさとの漫画家志望生、それも10代の漫画家志望生に会いました。そこの10代の漫画家志望生たちに私がしてあげる話は何があるかな。その方たちは大学の漫画学科を志望する入試生たちですが、私が韓国で大学で講義をして入試に関心を寄せる時代もあったが、それは20年以上前のことです。今はだいぶ違いますよね。私が現在の韓国入試制度について何をたくさん知っていますか？入試のために何を勉強すればいいのか、どんな助言をすべきかは分かりません。そしてその方々は多分ほとんどが Webtoon を志望していると思うんですが、私が Webtoon 漫画家でデビューして約2年くらいは活動したんですが、
その期間内に私が Webtoon について多くのことを知ることができたでしょうか。それで私が言いたいことは何があるかなと思ってたんですが、とても楽しい話をしました。本当にたくさんの質問をしてくださいました。その質問の内容が一つ一つ大切なものでした。私は世界の漫画家志望生をみんな愛してるじゃないですか。故郷の漫画家志望生は当然愛しています。長い間会えなかったのに、この機会に言葉では言い表せないほど大きな感動を与えました。私たちはその出会いがとても大きなプレゼントでした。ふるさとの仲間漫画家の方へ小さな助けになりたくて行って、本当に大きなプレゼントをもらって帰ってきたんです。とても幸せなことだったし、韓国の入試制度と塾システム、その次に教育システム、漫画家養成システム、本当に多くのことを学びました。世界漫画の発展のためにも私にとってまた大切な資産になるでしょう。とても大きく多くのことを学びました。私がそこで講義だけしてきたのではありません。そこで塾ビジネスをされている方々にグローバルコミックスクールの必要性についても力説しました。いろいろお話ししました。それについてもとても面白い話が本当に多いです。本当に大きな勉強になりました。本当に有益でいい時間でした。私が学んだことの中で例を一つ挙げると、私の漫画の未来はデジタルで最も重要なことは週刊連載作品の数が多いことが大切だということなんですけれども、全部が週刊連載になることはできません。そうなってもいけません。出版漫画より週刊連載がもっと重要で、中心が週刊連載ということです。全世界で週刊連載作品をどうやってたくさん作るか、これが私のいつも悩みの種でした。ところで韓国の Webtoon はほとんどが週刊連載になっています。これが今後も続くのは容易ではありません。韓国の Webtoon 産業は Webtoon の未来のために週刊連載ではない方式について真剣に準備しなければならないと思います。いずれにせよ、これまでは週刊連載がほとんどのものが維持されています。どうしてこれが可能なのだろうか。今回プサンでそれを知りました。維持できた理由はこれです。入試のために漫画の原稿用紙よりも大きな紙にカラーで4時間以内に作品を完成しなければならないのに、通常標準的に1ページに5コマから6コマが入るんですが、入試試験なので紙も大きくてコマの数ももっと多いです。しかも絵のテーマもその日試験の時分かるようになるそうです。現代社会のあれこれをこの素材を利用して漫画で表現してみてください。こんな感じだそうです。これを聞いてすぐにこんな気がしました。このような課題を出した人は、あなたはこれを4時間でできるだろうか。その課題を誰が出したのかわからないけど、課題を出した人は果たしてできるのか、そう思いました。しかし漫画学科に入るために課題を受けてすぐ構想からカラーまで4時間でやるのを中学校の時から練習するそうです。どうやって可能なのかと聞いたら、ずっと練習すればできるそうです。幼い頃からの訓練が韓国の Webtoon がまだ週刊連載を維持し、しかもカラーにすることもまで守ってくれる重要な役割をしていたんだと思いました。なのでとても印象的でした。それで講義が終わってその次の日からプサンのホテルで原稿をするんだけど、後輩たちも4時間でカラーまでするのに、私も負けたくないからもっと早く描こう。あんなに早く描いてみたんですが、50代の体が思うようについていけませんでした。今度のプサン訪問はとても感動的で有益でいい時間でした。漫画の未来についての話もたくさんしたし、これについての一部動画もチャンネルにアップロードしましたので、一度ご覧いただければ幸いです。プサンで会った漫画家志望生の方々、韓国の後輩たち、塾のビジネスをしている先生方、仲間漫画家の方々、皆さんありがとうございました。今度の動画はここまでです。バイバイ。